はい、こんにちは、梅野です。本日はボタンの花を撮っていこうと思います。はい、今回撮っていく写真の一例がこんな感じになります。私も撮ってみたいなと少しでも思われた方はぜひ動画を最後までご覧ください。はい、こちら北文寺というお寺になってまして、ここのお庭にボタンのお花がたくさん咲いてますので、今日はここで撮っていこうと思います。それでは1枚目を、いいボタンの花がないか探していきましょう。はい、1枚目ここから撮っていきましょう。ここ1輪だけ咲いてまして、手前の緑色が結構綺麗なのでここから撮っていきます。で、横構図で撮ってしまうとちょっと余計なところが入ってきますので、ここは縦構図で切り取って手前の緑を大きく入れていきます。で、3分割の左上の交差点にボタンのお花を配置して、で手前の方に今日雨の日で水滴がついてますので、これを入れて撮ってみたいと思います。ボケるのでどうこうもできないと思うんですけど、後のレタッチでなんか明るくして強調とかできたらなと思って水滴も入れて撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ボタンのお花が結構奥行きに大きいので F 値は 4.5 に設定しました。シャッタースピード200分の1を出てますので、ISO 感度は100で OK です。ちょっと暗い感じを出したいので、露出値はマイナスの 0.7 に設定してマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構造を使いまして3分割の左上の交差点にボタンのお花を配置して撮っています。で、緑を大きく入れることでボタンの明るい白色がはっきり出たんじゃないかなと思います。で、右下のところにほんのりと水滴がついているのを入れまして、ここレタッチでどうなるかわからないんですけど、目立たせることができたらちょっとワンポイントの印象のある写真になるんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。今またちょっと雨が降り始めまして水滴がたくさんついてきましたので、ここのボタンの花を今度は横構図の3分割で撮っていきたいと思います。で、手前の葉っぱにまた同じく水滴がついてて綺麗なのと、でボタンの花もまだ枯れてないですので緑の中でピンクが生えて撮れると思います。で、そのまま撮ってしまうとちょっとありがちな角度なので、少しだけしゃがんで左上の交差点にメインのボタンを配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の葉っぱの水滴とかもボケすぎずに撮りたいのと、でボタンのお花前後しっかり撮りたいので F 値は8に設定しました。で、今日雨の日で暗いということもあってシャッタースピードが遅くなりがちなので ISO を400まで上げて、で実際の撮影の時は200分の1秒出るように設定しています。で、ここも露出はマイナス 0.7 に設定して、でボタンのピンクのお花が飛ばないようにハイライト重点ソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。F 値8に設定したことで、手前の水滴がボケすぎずに撮ることができました。で、メインのボタンの花も手前から奥の方まで、それなりにピントがあった状態になっております。で、露出を下げたこととハイライト重点速攻を使ったことで、ボタンの花は暗くなりすぎず、で他のところは暗くシックな感じで撮ることができましたので、ピンクのお花を目立たせるような写真になったと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次撮っていきたいところですけれども、天気予報と違ってちょっと大雨になってきましたので、ちょっと待機しつつ、構図を考える時間をいただいたということで待機したいと思います。はい、雨がちょっと止む気配がないので、さっき撮ったところと同じ立ち位置から撮っていくんですけれども、望遠レンズで狙うことで奥の方に
ボタンの花が固まって咲いているところがありますので、そこにピントを合わせて取っていきます。で F 値低くすることで、この手前の傘を前ボケに使いつつ、で奥のボタンとでボタンの上の傘のところを取っていきます。でハイライト重点速攻を使っていくことで、多分あの辺はちょっと明るくて、で他は暗くでこの辺も明るくっていう、ちょっと明暗さを表現した写真を撮れるんじゃないかなと思うので、ここから撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。手前の傘とかはボケさせたいですし、ピントがあったところ以外はもうボケさせて、ピントが合っているところだけを強調したいので F 値は 2.8 に設定しました。でまだ環境がちょっと暗いので ISO を400まで上げて、シャッタースピードを、300から400分の1秒出るように設定しました。でちょっと暗くなりすぎるかなと思ったので、露出はプラス 1.0 に設定して、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。望遠レンズで狙いまして、で左側の手前にあった傘はボケさせて撮りました。で F2.8 にしたことで、ピントがあったボタンのところと上の傘の部分、そこにはピントがあって、他のところはボケるような写真になったかと思います。で露出はプラス 1.0 に上げてるんですけれども、ハイライト重点速攻を使ったことで傘の白さが白飛びすることなく撮れています。でそのおかげでここはちょっと明るく感じて、他のところはグラデーションで綺麗に暗さを表現できてますので、どこを撮りたかったのか目線を誘導するような写真になったんじゃないかなと思います。はい、次ここから撮っていきます。目の前のこの傘のところの下にピンクのボタンの花がありまして、でそのすぐ横から枝がぴょろっと生えてて綺麗だったので、ここ撮っていきたいと思います。であそこだけをクローズアップして撮ろうかなと思ったんですけれども、ボタンのお花がちょっと枯れかけだったので、アップで撮ってしまうと汚く映りますので、ちょっと引き気味で撮りまして、で本当やったらこれ上の傘をもうのけて撮ろうと思ったんですけれども、引きで撮るんでこの傘を入れて撮っていきます。でこの上の傘があることでちょっと光が柔らかくなって、ボタンのお花に柔らかい光が当たって若干ライトアップ気味の写真になるかなと思うので、ここを縦構図で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。で手前の緑の草とかで背景とかボケさせていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。でこの場合で実際にカメラを向けていくと320分の1秒シャッタースピード出てますので、ISO感度100で OK です。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして F 値 2.8 にしたことで、手前のこの、草の塊みたいなやつとで背景のツツジがあるんですけど、ツツジもボケて色の要素として入ってくれました。でピントはピンクのボタンの花に合わせまして、上の白い傘のおかげで柔らかい光がボタンのところに差し込むというか当たって、ちょっとライトアップみたいな感じの写真を撮ることができました。はい、最後はもうシンプルに日の丸構図を使って撮っていきましょう。でこの周りの草に囲まれて白色のお花があって、色の対比で目立つと思いますので、これ日の丸構図でシンプルに撮っていきます。で露出を下げてハイライト重点速攻を使っていくことで、周りの草は結構暗めで映りつつ、白いお花は白飛びすることなくしっかり映ると思いますので、明暗差ですごいはっきりするのと、日の丸構図でよりボタンの花を主張していきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定することで、ボタンの花の奥行きもちゃんとピントが合うように設定しました。で周りの草もピントが合いますので、あんまりボケ感っていうのはないんですけれども、葉っぱの輪郭をはっきりと取ることで、ディティールっていうかシルエットをはっきりさせて取っていきます。で露出はマイナス 0.3 に設定して、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。
日の丸構造を使いまして、緑の草に囲まれているような状態で撮ってみました。で露出を下げてハイライト重点速光を使ったことで、周りは暗くなって白いボタンの花は適正露出で写ってすごい目立つような写真になったんじゃないかなと思います。こういう明暗さを生かすことと、日の丸構図と使うことで、撮りたい写真で撮りたかった被写体の綺麗さっていうのを強調するような配置で撮ってみました。はい、本日はボタンのお花を撮りに来ておりました。あいにくの、雨になっているのと、ちょっとボタンの時期が過ぎてまして若干枯れてたんですけども、なんとか、5枚ぐらいいいなと思う写真を撮ることができました。で雨足がね結構強まってきましたので、今日はねこの辺でもう帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。